ひろみの育児チャンネル。皆さんこんばんは、こんにちは、ひろみです。今日も一日お疲れ様です。こちらのチャンネルは理解されづらい、知的のないタイプの ASD や ADHD のお子さんを持つ方に向けて、我が家が実践してよかったこと、効果がなかったこと、意識していることなどを、雑談ベースでお伝えしているチャンネルです。もしよろしければチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。さて今日はですね、癇癪対応について前回、動画を開けたんですけれども、前回の動画は効果のあったことで、それに至るまで、すなわちお医者さんと話をするまで、我々も我々なりに癇癪対応をいろいろと試してきました。結果的に全て、効果がなかったので受診に至ったというところなんですけれども、具体的にどんなことをしていたのかというお話をしてみたいと思います。なおですね、こちら今から10個ぐらいですね、バーッと話すんですけれども、全て全く意味がないよというのを言いたいのではなくって、我が家のケースは効果がありませんでしたと。で、効果がない場合はやっぱり次に切り替えて医療につながったりとか、専門家に相談をするとか、そういうネクストアクションが必要だと思いますというような趣旨のお話です。一つ一つ見ると多分効果のある子もいると思いますし、すごくなんていうのかな、やってよかったなっていう過程もあると思うので、あくまでも我々のケースの場合ということで聞いていただければと思います。はい。で、まず一つ目はですね、0歳、1歳くらいの時からかなり激しい癇癪、自傷行為を伴う激しい癇癪が出ているのを見た時に、イライラするってことはちょっと栄養不足なのかなとか、鉄分が不足しているのかなとか、あるいはその眠りに関しても入眠のホルモンっていうのは鉄と、あとはマグネシウムかながとても必要っていうふうには聞いていたので、サプリを飲ませてみたり、食事をすごく気を使ってみたり、おやつを手作りにしてみたりっていう食べる方ですね、摂取する栄養面をまず気をつけたというのがあります。具体的には鉄のサプリ、ちょっとラムネみたいなちょっと大きめのタブレットのものをポリ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 朝のご飯と一緒に出して食べさせたりとか、おやつの時に一緒に出して食べさせたりとか、そういうことをしていましたし、あとはお魚の油っていうんですか、みたいな、なんていうのかちょっと名前忘れちゃったんですけど、そういうものが ADHD の子に効くよっていうのもちょっと知り合いに聞いて、それをちょっとね大きな粒なんですけど飲ませたりとか、サプリはいくつか試しましたね。で、今でも続いているのはマグネシウムのマグリポというサプリなんですけれども、こちらは普通に発達障害に効くっていうことではなくって、栄養の補助として飲ませてるものは今でもあるんですけれども、そういったサプリを試しました。あと食事に関しても、基本的に自炊はしていたんですけれども、お野菜を多めに摂ったりとか、お魚を多めにしたりとか、あとは最終的に野菜の質とかもこだわって、できるだけ農薬が少ないものにこだわったりとか、取り寄せてみたりだとか、結構ですね無添加のもの選んだりとか、かなりお金を使ってちゃんと食事を整えるってことはしました。で、おやつもちっちゃい時は手作りにしてオートミールのクッキーを焼いたりとか、もう毎日いろいろと作っていた記憶があります。で、これらは困りごとに対して、結果は伴わなかったんですけれども、一緒に家族もみんなに同じものを食べてるので、肌がきれいになったりとか、風邪をひきにくいとか、息子も割と体は丈夫な方で風邪はほとんどひかないので、別の効果はあったのかもしれないなとは思っています。はい。で、もう一つはですね、何か癇癪が起こった時に言葉で伝える練習だったりとか、親も言葉で親の気持ちを伝えたりとか、とにかく
言葉で言う練習をしようねっていうようなことも3歳ぐらいからかなしていました。3歳になってくると言葉も流暢に話せるようになってきていたので、物に当たるのではなくって、今何をしたかったのかとか、今どんな気持ちなのかとか、そういうことをママと一緒にちょっと練習してみようと、今どんな気持ちだったみたいなことはもうしょっちゅう聞いていました。これが結果的にね、感触を起こすとママが優しく寄り添ってくれる、話を聞きに来てくれるっていうご褒美になっていた可能性があって、これは逆効果だったかなと思っています。で、3つ目はですね、言葉で言っても興奮状態の時って、話が聞こえないだろうと思って、紙にですね、絵を描いてクールダウンをするいくつかの方法、5個ぐらいかな、壁にバンバンバンって貼って、ガーってなった時にこれをしてみようね、あれをしてみようねっていうことをしていました。これも全く意味がなくてやってこっちが満足してたところがあるかなと思うんですけれども、絵で示してクールダウンする方法を選ばせるっていうようなことをしていました。次はこれは視聴者さんにアドバイスいただいたんですけれども、ガーって気持ちがもう感情的になっている時は一人にさせた方がよくて、一人になるスペースを作ってあげるといいと思いますと。段ボールで作ったちっちゃなお部屋とか、そうかと思ってちっちゃいテントを買いまして、お家の中のテント、そこが君の落ち着く場所だよっていうことでトライしてみたんですけれども、全く意味がうちの場合はなかったですね。まず入らされようとしてるのがすごく嫌だったり、そういう場所を用意されてるってことが気に食わなかったみたいで、全然ダメでしたね。で、あとはもう一つもので言うと、サンドバッグみたいな、もう私の身長164センチあるんですけど、と同じぐらいの空気入れて水で重しをつけて、かなり存在感があるんですけど、それを買いまして、もうわーってなったらとにかくこれに当たりなさいと。物には当たっちゃいけないし、人も自分も傷つけてはいけないんだけど、このサンドバッグだったらいくらでも当たっていいからっていうものを用意してみましたが、これ全く使われませんでしたね。むしろ私が使ってる方が多いと思います。で、あとはアロマですね。落ち着く匂いとかも試したらどうですかとアドバイスをいただいて、寝る前とかお部屋の中でアロマオイルを焚いたり、ストーンにアロマを染み込ませて寝床ベッドの近くに置いたり、あと保育園の時もアロマシールといって、シールにアロマを染み込ませてペタって貼れるシールがあるんですけど、保育園の先生に相談したら貼ってきてもいいですよと言ってくださったので、それを貼ったりっていうことも試しました。あとはマッサージとか、鍼灸みたいな観点で言うと、ボディマッサージとか、あと感触の頭をこうやって刺激する、使ってない歯ブラシでこうトン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 とするといいよっていうのも聞いていたし、鍼灸師の友達からもそういったアドバイスももらってたり、あとお腹をちょっとポンポンしてあげるといいよっていうのもいくつかアドバイスをもらっていたので、お家の中でできる範囲のことを試したりもしました。あとはですね、とにかく感触が起こるってことは外で頑張ってるんだっていうのはもう常に思っていたので、お家でとにかく頑張らせないようにしたり、いっぱいいっぱい触れ合ってよく頑張ってきたねって愛情を補充するようなことはめちゃくちゃ意識をしていましたね。結果的にこれがもしかしたらもうママだったらとことん何やってもいいんだって思わせてしまっていた可能性もあるので、なんともというところではあるんですけど、別にね、悪いことではないと思うんです。愛情いっぱい伝えてあげるって。ただ毒性が強い場合は出し方とそのメリハリをもっと分かりやすくつけてあげないといけなかったかなと今になっては思います。あとはギャーってなるその前の段階ですよね。それはお医者さんに言われてよく分析観察するようにはなりましたけど、それ以前も例えばガチャガチャで遊びたい時にあれ際限なくなってしまったりするので、何回までだよとか何時になったらお家に帰って
何々しようねって事前に予定を伝えるっていうようなことは我が家もやっていたんですよね。だけどそれも全然効かないというか、そうですねっていう感じで効果はありませんでした。あとはもうとにかくやりたいっていう好奇心が旺盛な子だったので、ダメじゃなくってまずやらせてみる、気の済むままやらせてみるっていうスタンスもお家では取ってたり、3歳までは早くしてって言葉も絶対言わないように心がけていました。これはなんていうのかな、早くしてっていうのを言う理由はその親の都合でしかないのかなと思っていたところがあって、子供に余計にプレッシャーを与えたくないっていうのが私の中で最初からあったので、せかさないとかやりたいことをとりあえずやらせてみるっていうのはしてましたね。だけどやらせた先で結局思い通りにならなくてキャーってなることももちろんあったし、それも想定内ではあったので、できるだけギャーってならないようなサポート体制っていうのも考えてはいるんだけど、やっぱそれを上回ってくるんですよね。もうそこでみたいな。なので結構やらせればやらせるほど当時はすごく大変ではありました。でもう一つが、そうだと親が言ってもしょうがないならば、お家で絵本を読んで自分の気持ちって何だろう、自分の気持ちと仲良くするためにはどうしたらいいのかなっていうことを一緒に勉強したらいいかなと思って、いろいろと本を買いました。本当にいいと聞いたものはね全て買いまして、今ちょっと持ってこれるだけ持ってきたんですけど、まずですね、有名な本で言うと、よいしょ、こちらですね、カラーモンスターという本です。気持ちは何色っていう本で、要はぐちゃぐちゃに、なった気持ちを色別にして整理をしてみましょうという本なんです。ぐちゃぐちゃに、なってもうどうしようもないと、自分の気持ちがどうしようもない時、大人でもありますよね。それを瓶に仕分けしてみましょうと。この色はどんな気持ちっていうようなお話で、とっても素敵なお話なんですね。世界中で読まれている。こういったものを読んでみたりとか、あとは具体的なもので言うと、こういうイライラバイバイっていう本もあるんですね。3歳からの感情マネジメント絵本。3歳からできてたらすごいですよね。これも先ほど言った壁に絵を描いてっていうのとちょっと似てるんですけれども、自分がプンプンプンってこうやって怒れちゃった時にどうしたらいいのかなっていうことが書いてあるんですね。息を吸ってみたりとか、ジャンプしてみたりとか、グーパーしてみたりとかで、なんだったら別に怒る気持ち自体は悪くないよってことも教えてくれているので、私もずっと息子に感情を出すことは悪いことじゃない、いいことなんだと。だけど物に当たったり人に当たったり自分を傷つけることは絶対にダメだと。なので感情を出せてあなたは素晴らしいんだけど、その自分と仲良くなる方法を一緒に勉強しようねっていうことはずっと言ってきたんですけど、やっぱり親が言ってもわかんないかなと思って、こういった絵本を書いて、同じようなこと言ってる、よかったと思いながら、ぴょんぴょんはやったことないな、ぴょんぴょんじゃやってみようかとか、も息子がガーってなってる時にぴょんぴょんやるよみたいな、もう意味がないんですけど、そんなことをしたり、グーパーしてみようねとか、ここに書いてある方法とかも実施して見ますね。ここにも書いてある。怒る時のルール、人を傷つけない、自分を傷つけない、物を壊さない。これは私と一緒に同じことを言ってるなと思って、とても私が読んで勇気になった本ではあるんですけど、全然ピンときてる感じではなかったですし、怒ってる時にグーパーなんてやっぱできなくて、ぴょんぴょんもできなくて、全く冷静になれないので、なんならそのぴょんぴょんしようとかグーパーだよって語りかけてしまってるそのこと自体が、息子にとってはママがアテンションをくれたっていう褒美になっていたのでね、ちょっと順序というかタイミングというか、我々にはちょっと合わなかったかなというところではあります。でもう一つはこちら、怒りたくなったらやってみてっていう本ですね。
これも先ほどと似てて気分を整える絵本とあるんですけれども、これね実はあんまり読んでないんですけども、この辺になってくるとだんだん本が意味ないなってちょっと気づき始めて買うんだけど、これもねちょっと文字がねいい本なんですけど文字が多くって一緒に読もうっていうちょっとかけても嫌になっちゃったみたいなんですよね。なので親が読む分にはとてもいいと思うんですけど、そういう怒ったらどうしたらいいかってことがこちらも書いてあります。こういった本ね。はい。あとはですね、こちらの本、怪獣たちはこうやってピンチを乗り切った。これはね割とね読んでますね。息子も結構好きで、これは不安とか怖い気持ちに対してどうやって対峙するかっていうことが書いてあるので、今までの本と違うのはそのアンガーマネジメントではなくって、そのちょっと前の段階ですよね。自分の気持ちが怖くなったり不安になったり揺れた時にどうしたらいいかってことが書いてあると。で息子はですね割とその察するのが上手な方なので、なんかこう私たちがこういう本買ってきて読もうよっていうと自分がすぐ怒っちゃうから、それをダメだと言われてるような気分というか、それを強制させようとしてるんだって感じるのかわかんないんですけど、嫌がるんですよねすごく。内容がね本人にとっては面白くないってことももちろんあると思うんですけど、だから例えばひらがなとかもこうお風呂にねひらがな表貼るじゃないですか。本人が見る分にはいいんですけど、私がじゃあこれは何って言うともう嫌になっちゃうんですね。この人僕に教えようとしてるみたいな、そんな手には引っかからないぞみたいな感じのところがあるんですよ。なので今までの本よりもこっちの方が本人にとっては多分ね入りやすかったんだと思います。直接の起こってることを指導される本ではないので。でこれは登場人物がそれぞれね不安な苦手分野を持ってるんです。で苦手分野に対して最初ピュンって逃げちゃうんですけど、逃げたところでこれ解決してるっけって気づいて、その怖い気持ち不安な気持ちとじゃあ仲良くすればいいんじゃないっていう本なんです。怖い気持ち不安な気持ちっていうのはあなたの敵じゃないよってことも教えてくれてる本で、かなり文字が多いですし結構長いんですけれども、割とこれはね好んで読んでくれています。はい。あとですね、こういった安心ゲットの絵本シリーズっていうのも買って結構これもね好んで読んでくれてますね。例えばめんどくさいは SOS っていう本だったりとか、お母さんにお話ししたいことだったり、あるいは不安くんの気持ちっていう本、これね大人が読んでもねすごく納得するというか、全世代におすすめの本なんですけど、不安くんの気持ちっていうのはやっぱりさっき言ったみたいに誰でも苦手なこと不安なことがあると、それとどう付き合えばいいかなっていうことを絵本帳に書いてくれています。小学生とかね入る時に読むとちょっと不安が減る子もいるかもしれないなとは思います。こういった本とか、あとはお母さんにお話ししたいことっていう本はこのね男の子が一人で眠ると、小学校になったらだけどお母さんと約束して守らなきゃって思ってるけどとっても不安でお母さんと寝たいと、そういうことを話していいんだよっていうことを言っている本なんですよね。これもとてもなんていうのかな、自分の不安の気持ちをちゃんと伝えられることで、それを受け止めてあげるっていうことが、すごく大事だよってことを歌っている本だと思うんですけれども、これもね親の視点でもすごく勉強になりますし、読んでる本人もねちょっと安心する内容になってるんじゃないかなとは思います。でもう一つはですね、こちらめんどくさいは SOS ですね。こちらの本は、すっごく頑張り屋さんな女の子がもう頑張りすぎちゃって何もしたくなくなっちゃうとで、
急に学校に行けなくなって学校を休むというそういう本なんですよ。これは大人でもねそういうことがあると思うんですけど、そういう時に、どうしたらいいかとか親視点かな、親視点のことが書いてあるんですよね。でこの本を買った経緯としては、私がカウンセラーさんにおすすめされたからっていうことで、私の問題をきっかけに買った本ではあるんですけど、息子が興味を持って読んでっていうことは知っていたので、感触に直接つながる内容でもないんですけれども、一緒に読んでこういうこともちゃんとお話ししてくれると嬉しいよとか、こういうこと言っていいんだよとか、そんな話は夜な夜な本読むときに、毎日は読んでないんですけどしてきました。あとはですね、親がモンテッソーリとかそういう子たちの本を読んだりして学ぼうっていうこともしたんですけど、何冊か買って私全て読めなかったんです。なんでかっていうと、もうそれやってるよっていうようなことが書いてあって、すごい心が折れちゃったんですよね。うまく言えないんですけど、ちょっとそういうしつけ系というか、やっぱりその特性が強い子って症状もそれぞれ違いますし、当事者じゃないとわからないことが結構あると思っていて、一般的なすごく良質な育児書であってもやっぱ当てはまらないことが多いんです。例えば感触だけじゃなくて、夜泣きに関しても私は妊娠前から結構本を読んでいて、ああしようこうしようって対策を立ててたんですよ。なので湿度だったり暗さだったりいろんな観点本通りにちゃんと準備をした自負があったんですけど、まるで寝なかった。その時にもう寝不足の目をこすりながら、もう泣きながら本を売ったことがあるんですが、やっぱり想定外だったり予想外だったり予想の範疇外だったり、いろんなことが起こるので、育児書みたいなものは私は逆に落ち込んでしまうことが多かったですね。はい、というところですかね。以上のことをですね、しました。さっきね、夫とも話してたんですけど、意外と私たちも忘れてることが多くって、今書き出したこと以外にももしかしたらあったかもしれないんですけど、何が言いたいかというと、いろいろ試しましたが、全部問題解決にはつながりませんでした。残念ながら。なのでもう本当に親とか一般的な教養とかでは賄えないんだなっていうことをやっぱりどこかで理解して現実を受け止めて医療につながるべきだったと、ちょっと遅かったかなと思ったりもしますね。はい、そういうところでございます。で、冒頭に申し上げた通り、こういったこととかこういった本が悪いって言いたいのでは全くなくって、どれもこれも素晴らしいと思っているし、いい本だと思っているし、聞く子もいると思うので、あくまでも我が家の場合はということで参考程度に聞いていただければと思います。はい、ということで今夜も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。